エイブルトンライブでライブをするとき、まずマウスとキーボードだけだとあんまりライブってできない、できなくもないんですけど、やっぱりライブパフォーマンスということを考えると、つまみとかフェーダーとか手に触るデバイスがあって、それを操作しないと演奏にはならないかなと。で、エイブルトンライブというのはそこら辺のコントローラーとの連携がすごくよくできていて、で MIDI リモートスクリプトっていうのがあって、エイブルトンライブの設定で対象となる自分の使ってるコントローラー選んで、入出力のポートとか選ぶと、もう設定なしですぐ使えちゃうんですよ。で特に、一番そこら辺の親和性がいいのが、エイブルトンが作ってるプッシュ2と、あと赤いプロフェッショナルから出ている APC40 シリーズと、このシリーズ2つあるだけでもうほとんど、もう挿すだけで設定しなくてもライブのほとんど全てコントロールできてしまう。クリップを、のローンチして音が出始めて、でそこからフェーダーを上げてフェードインさせていって、でつまみいじって音を変えてとかっていうのが全部設定なしでサクサクサクとできてしまうと。ここら辺がですね、非常に僕はエイブルトンライブがよくできていて、ライブ向きだなと思うところですね。はい、そうですね、セッションビューを使ってライブするとき、例えばですね、ドラムループとかを用意して、ドラムが鳴っている間に自分でなんかいろいろ上物足していったりとかっていうこともできるんですけど、そのまんまだと例えばビートがずっと一緒だと飽きるじゃないですか。ずっともう何十小節とか何百小節いってもずっと同じビートだとさすがにちょっとライブとしてもどうなのかっていう部分もあるし、それからなんかですかね、やってる側でも今何小節目かとかっていうのが分かんなくなってきて、だんだん自分の中の時間軸が狂い始めちゃうんですね。で例えばだからそこをどうやって解消するかというと、フォローアクションという機能があるんですけども、それを使って例えばビート何小節、例えばビート6小節ぐらい再生したら2小節のフィルが入るクリップに自動的に再生が移って、で、また2小節フィルが入ったら元のビートの、クリップに再生が移るみたいな、そういうシーケンスを、セッションビューの中で組むことができます。そうすると例えば8小節の中で2小節ドラムのフィルが入ってると、だんだん8小節単位でビートが変わるというか、ビートの区切りが入るので、自分の中でタイム感みたいなのが出てくるんですね。最初の8小節はなんかこんな感じのちょっとベースの音出してとかで、そこをループさせたら次の8小節でシンセをちょこちょこっと入れ始めてとかっていうのができるので、だんだん自分の一人でセッションビューをいじりながらいろいろパフォーマンスしててもカオスになったり破綻とかがしなくなりやすいというので、フォローアクションという機能がですね、結構僕はそれを対応してます。はい、そうですね、ライブの時ハードウェア音源を使う場合は、ライブのエクスターナルインストゥルメンツというインストゥルメントがあって、これを使うと簡単にハードウェアを統合することができます。で、僕はライブをやるときにですね、1台ぐらいはハードウェア音源を持っていくようにしてるんですね。今回紹介するのはウォルドルフのロケットというシンセなんですけれども、例えばそのロケットとかでも1台あるとないのだと、ライブやってて、ハードウェア音源だと触るとすぐ音変わるじゃないですか。であといろんないじくり回したりとかもできる。で、なので1台あるとプレイに結構アクセントがつくというか、10分に1回や30分に1、2回ぐらいかな、ロケットいじるだけでも結構なんかマンネリ化を防止しやすいと。そのハードウェア音源じゃどうやってライブに統合していくかというと、そのエクスターナルインストゥルメンツというインストゥルメントを使うんですけど、設定がとても簡単で、例えばその音源に対してMIDI の信号を送るポートを指定して、そして、音源のアウトプットをですね、オーディオインターフェースにつなぐんですよ。でそうするとインプットのオーディオの何番に来てますよって設定すると、外部のハードウェア音源がなんか普通のソフトウェアシンセサイザーとかソフト音源とか、あとライブの内蔵インストゥルメントと同じような感じでライブのミキサーの中にロケットの音が立ち上がると
でそうすると今度はその後でディレイかけたりとかいろいろ EQ 入れたりとかエフェクトもかけられるし非常にいろいろ使い勝手がいいんですね。で昔のライブだとハードウェア音源使う場合って大体みんなミキサー持ってくるんですよ。ハードウェアの今後アナログミキサーでっかいの持ってきてで何台かこうケーブルつないで見た目はいいんですけど週に何回もライブやってると毎回毎回そのセットを組んでバラすっていうのが非常に大変になってくる。でその点ライブの場合はですね外部のハードウェア音源からオーディオインターフェースとコンピューターってあるとそこでもう音源からオーディオインターフェースつないで、あとはコンピューターと音源をつなぐだけでハードウェア音源を自分のライブセットの中に統合できるのでセッティングも非常に楽になるかなと思います。ライブ 9.5 でフィルターが新しくなったんですよね。でアナログモデリングして5種類ぐらいかな5種類ぐらいのフィルターからタイプを選べるようになったんです。でもともと僕はこのライブのオートフィルターっていうのをライブパフォーマンスの時にすごく使っていてでライブのオートフィルターって結構むちゃくちゃなセッティングしてもあんまひどい音にならないんですよ。レゾナンスいっぱいまでグイッと上げて適当につまみグリグリやっても音がいきなり聞こえなくなるとかそこまで破綻しないしいきなり歪んだりとかもしなくて使いやすいんですけどそこだけだとちょっと物足りない部分もあったのでそこに5種類フィルタータイプが選べるっていうのでだいぶライブパフォーマンスの時に使い勝手が良くなかったかなと。で、その新しくなったフィルターはいくつかコルグの MS-20 とかあと、オスカーかシンセサイザーの昔のシンセサイザーのオスカーとかいろんなフィルタータイプ真似したの入ってるんですけど中にはですねレゾナンスを上げていくと勝手にピーと発信するのがあるんですよ。でピーと発信するんですけどそれが結構意外とよくできていて例えばオーディオトラックのオーディオのサンプルを鳴らしながらレゾナンスを思いっきりグイッと上げると発信はするんですけどその発信のサウンドがやっぱりその鳴らしているオーディオのサンプルのキャラクターがちょっと乗ってくるんですよね。でなので毎回同じ音にならないと。使ってるサンプルによってやっぱその発信するサウンドも微妙に変わってくるので結構これは使い勝手があるというかライブ中に困った時にあと2分ぐらい尺伸ばさなきゃいけないんだけどどうしようという時に僕よく使うんですけどね、そういう時にですねレゾナンスもグイッと上げてでボリュームも下げなきゃいけないんですけどであとはいろいろフィルター周りのモジュレーションとかいじっていくと元の音とはかけ離れた面白い凶暴というか過激なサウンドになると。僕が最近使ってるのはディープモーションという、バーチャルリアリティとかのコンテンツをコントロールする用のコントローラーなんですね。ものはですねほんとこんぐらいちっちゃい USB 接続の、コントローラーでこの上に手を動かすとこの手の動きとか位置とかいろんなものを数字に変換してそして、ライブの中のいろんなエフェクトのパラメーターとかを制御するとそういうことができる。で簡単に言えばどうなるかっていうと、自分でいろいろ割り当ては作る必要あるんですけどシンセサイザーだったら手を動かすとフィルターが開くとかでまた手を下げるとフィルター閉じるとかっていうのもできますしあとはエフェクターだったら手を上げるとですねだんだんビートリピートがかかってビートがガチ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 とグリッチのようにループしたりとか、そういういろんな手の動きによってエフェクトを変えることができます。でこれはですねライブ中によって何が良いかっていうと手を動かす動きとそれから音の変化っていうのがお客さんから見るとリニアにつながってるんですよね。なので非常に客から見ると分かりやすいんです。単純に手を動かしても何も変わらないとこの人何やってんだろうなんだけど手を動かして動かした時にサウンドが思いっきりグイーッと変化するとおおすげえになるのでもうハったりを聞かせるにはかなりいい技。ただ対応するとちょっとくどくなっちゃうのでこれもやっぱり20分に1回ぐらいちょこっと使うみたいな感じにするとライブも引き締まっていいのかな。